こんにちはレイムです。こんにちはマリサです。ゆっくりしていってね。この動画は、品質管理の手法、QC7 夏道具のグラフについて説明します。はじめに、この動画の紹介です。1、グラフの概要。2、グラフの種類。3、グラフの作り方。はい、よろしくお願いします。1、グラフの概要。観測対象を測定、観察、検査して記録して分析しますが、数値がたくさん並んだ状態では見ても理解できません。グラフは数値を視覚化して理解しやすくするための道具です。グラフ化することで数値の変化量が見てわかります。情報伝達の手段として優れています。特徴。1、一目でわかる。数字などのデータを点の移動や図形の大きさに置き換えることで、全体を直感的に理解でき、その内容を印象的に表現することができます。さらに、数字をいちいち分析する必要がないので、技術的に難しい内容でも理解することができます。2、作成が簡単。複雑な計算や高度な知識を必要としないので、誰でも簡単に書くことができます。3、要点を理解しやすい。言語とは異なり、いろいろな国の誰にでも同じようにポイントを伝えることができます。はい。よくわかりました。2、グラフの種類。用途によって様々なグラフがあります。そうですね。毎日、いろいろなグラフを見ますね。ここでは、6種類のグラフを順番に説明します。1、棒グラフ。A、棒の長さで数量の代償を表します。B、横書きと縦書きの2種類あります。C、作成が簡単でよく使われます。右のパレート図は、上の棒グラフの、改善前、と、改善1ヶ月後、のデータを使ってます。表現方法が異なると見え方が変わるので表現したい内容に合わせた、QC7 つ道具、の選択が必要ですね。2、折れ線グラフ。点の工程で数量の代償を表します。縦軸に数量の大きさを、横軸に時間の経過を取り、時間の経過と傾向を把握します。右の棒グラフは、上の折れ線グラフの1月から3月までのデータを使ってます。ここでも表現方法が異なると見え方が変わりますね。3、円グラフ。A、全体を円で表し、扇形の面積は各項目の割合を表します。B、内訳表現に使います。4、帯グラフ。A、全体を長方形で表し、帯の形をしています。これを区切り大きさで比率を表します。B、円グラフと違い、分度器を必要としないので作成が簡単です。はい。円グラフと帯グラフがわかりました。5、レーダーチャート。A、中心から項目の数だけレーダー上に直線を引きます。B、項目の評価に使います。C、過去のデータと比較しやすい。レーダーチャートは、学校で教科別の過去の成績との比較で使われてましたね。6、ガンチャート。A、項目を縦軸に記入し、日付は横軸に記入します。棒線で計画と実績の間の関係を示します。B、日程計画及び進捗管理に使用します。はい。よくわかりました。3、グラフの作り方。ここでは、代表例として、縦棒グラフ、と、折れ線グラフ、の作り方を説明します。1、棒グラフ。棒グラフには縦書きと横書きがあります。ここでは、縦棒グラフの例を使用します。手順1、縦軸に特性値の値、横軸に項目の値を取ります。項目の並び順は大きさ、時間、場所などの順に並べればわかりやすいです。その他、を最後に並べます。手順に、縦軸に等間隔でメモリ線を引きます。途中を省略したい場合は、破線を引いて表現します。手順3、メモリ数字と単位を入力します。数字は縦軸の左側のメモリ線の位置に、
単位は一番上に横に書きます。例を入れ忘れないようにしてください。手順4、各項目に棒を記入します。棒はすべて同じ幅にします。棒間の距離は棒の幅の約2分の1から1倍が見やすいです。手順5、必要な項目、タイトル、期間など、を記入します。はい。棒グラフの書き方がわかりました。2、折れ線グラフ。手順1、縦軸は特性値の値、横軸は時間を取ります。手順2、メモリ線、縦軸、特角線、横軸、を等間隔に記入します。手順3、メモリ数値と単位を入力します。数字は縦軸の左側のメモリの位置に、単位は縦軸の一番上に横に書きます。手順4、区画の数字と単位を記入します。数字は横軸の下に書きます。手順5、縦軸と横軸の説明を書きます。手順6、グラフにデータを打点して直線でつなげます。一つの折れ線グラフで複数の項目を比較する場合は、線または点の種類、太さ、色、などを変えると見やすくなります。手順7、必要事項、表題、期間など、を記入します。ここでの例は、折れ線グラフの色と打点の形を変えて見やすくしてますね。この動画はこれで終わりです。レイムでした。マリサでした。最後までありがとうございました。引用、参考文献です。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。